今日はシングルスを強くなりたい人に向けて誰もが一度は練習したことがあると思うオールショートとオールロングの練習のコツを紹介していきたいと思います。この練習メニューは2人から3人で行うメニューです。シャトルはセミシャトルか新しいシャトルを使うことをお勧めします。この練習の目的なんですけれども、ラリーをする体力の向上、ショットの精度の向上、フットワークスキルの向上、メンタルスキルの向上など、シングルス、ダブルスをする上でも上達する上で欠かせないものが全て詰まっています。ですが、この練習では1人のプレイヤーサイドより1もしくは2人プレイヤーサイドの意識がすごい大事になってくるので、それも合わせて紹介します。練習するプレイヤーはとにかく返ってきたシャトルをネット前もしくはコート奥に返し続ける練習になります。なので基本的にオールショットの場合はドロップショット、スライスショット、ネットショット、オールロングの場合はクリア、リフトショットのみを使いラリーを続ける練習になります。ここで2人プレイヤーサイドの考えることとして、とにかくミスをしないことが大事です。ハーフコートだからといって適当にシャトルを打たないこと、リフトショットやネットショットにも多くの種類があるので、高さを変えてみたりスピードを変えてみたり、たくさんの球種を試すこと、一球一球相手を追い込むことや裏をかくことを考えて工夫をして打ってみてください。あとはミスをしてしまった場合に備えて他のシャトルを用意してラリーを途切れないようにすることも大事です。時間を設けて行うか、1人のプレイヤーサイドがミスをした回数で交代するのがいいでしょう。この練習というかシングル全体に向けてのアドバイスなんですけど、理想は同じフォームで同じ足の運び方でシャトルを返すのがいいですが、とにかく相手コートに返したらいいと思っています。ダブルスだとシャトルをできるだけ高い打点で捉えて攻撃的なアプローチを行うのが理想的ですし、それをしないと点を取ることが難しいです。ですが、シングルスは相手のショットを拾い続けると相手がミスをして点を取りやすい性質もあります。この練習では特にフォア奥とバック奥の強化、シングルス力とコートカバー力の強化につながります。シングルスプレーヤーは特にフォア、バック奥に来たクリアを低い打点からでも最低3点に返せるように練習しておきましょう。3点とはストレートカット、クロスカット、ストレートクリアの3点です。そうすることによってピンチがチャンスになる場面が増えます。この映像だとすごい分かりやすいんですが、ハイバックやフォア奥からの低い打点のショットはワンテンポや完全に自分のスタートが遅れた時に使うのが望ましいです。遅れてからラウンドや飛びつきでいけるのはプロや実業団選手くらいで、アマチュアプレイヤーがするとミスにつながったりフィジカルが追いつかない分次のショットへの反応が遅れます。
このフォアオークやバックオークからの返球はスピードも必要なければ反復練習で誰でも習得ができます。覚えるとメリットだらけなので、ぜひ積極的に練習しましょう。いかがでしたか？3分もすると足がついかけるくらいハードなトレーニングですが、今も時間があれば取り組んでいます。体力の向上だけじゃなく、副産物としてショットの安定やつなぎのショットとして打ったシャトルが相手が反応できなかったりということが多々あります。同じフォームで打ち続けること、それが一番のフェイントになるので、一球一球足を運んで丁寧に打つことを覚えましょう。もしわからないことなどがあればお気軽に質問や連絡してください。ご視聴ありがとうございました。これ僕が大学生の頃の話なんですけれども、当時の先輩がコーチの激励に触れて、なんとオールロングを1時間半させられていたのを思い出しました。この動画を編集しててですね、もうオールロングもう30分ぐらいした時からね、もう人間の動きじゃなくなってくるんですよ。で、1時間半やった後にはもう倒れ込んで、もう動けない状態になってしまうんですけれども、こういう根性論が必要な練習メニューってすごい大事だと思っているので、ぜひやってみてください。